年上ダメ男に弱そう、自己肯定感高そう、可愛くてごめんって思ってそう、友達2人しかいなさそう、偏見のパレード、経験人数100人、そのガンプラの才能は誰か、性欲が底なし、オラオラ系の彼氏いそう。皆さんこんにちは、東雲海です。私東雲はですね、 YouTube だったり雑誌の表紙だったり模型紙の作例を作ったり、いろんな活動をさせてもらってるんですが、ずっとみんなに聞いてみたいことがあったの。それはですね、東雲海の偏見とイメージについて、今回こんな感じで Twitter でみんなからの偏見を集めてみました。みんな気を使っていいことしか言わないかなと思って、配慮はいりませんと書いてみたのね。そしたら800件ものリプをいただいて、その中のほんの一部なんだけど、結構きついコメントとかもあって泣いたよね。もう今は元気だから安心して。今回はなるべくギリギリのというか、もうほぼアウトな質問にも答えていきたいと思います。この動画は新作スマホゲームアプリ女神楽園ガーデスパラダイスさんがスポンサーについてくださってます。このゲームについても動画の途中で紹介させていただきます。よし、では早速始めていこう。800件のリプ全部見たけど、お酒飲まないともうやってられない企画だから、ちょっと今回は飲ませてください。今回いただくのは京屋の梅酒プレミアムをいただきたいと思います。音聞いて。あー、いい音。乾杯。こぼした。はー、うま。よし、リプを見ながら答えていきたいと思います。お酒弱そう。潰れたことはないけど、3杯目ぐらいから酔っ払い始めて愉快な気分になるタイプですね。吐いたり記憶なくしたりしたことはないです。勝手な偏見ですけど、自分の体好きそう。めちゃくちゃ好きですね。はい。グラビアやる前はそうでもなかったけど、筋トレしたり毎日鏡を見るようになって大好きになったかな。自分を好きになれるくらいには努力してます。お姉さんみたいにメガネかけてるけど、絶対にメガネ好きですよね。はい、事実ですね。メガネエピソードはいっぱいあるんだけど、小学生の時メガネをかけたいがために布団の中で動物の森とかマリオとかめちゃくちゃ遊んで、無理やり視力を落としました。めでたくメガネを買ってもらうことに成功したという、狂ったメガネデビューしてますからね。薄葉ニッパーが10本ぐらいありそう。数えてみよう。1本2本3本4本5本6本7本8本です。父でかそう。そうかな。プライベートの服装はとても地味で露出も少ないと。これは半分事実ですね。普段はこんな感じ。でも女の子とデートに行く時は隣に並んでも恥ずかしくないように、こういう感じのちょっと今時になるようには気を使っています。男装コスプレも似合いそう。それは嬉しい。実は私ですね、学生時代女の子にモテたくて一時期男装してたんだよね。もうちょっと黒歴史なんだけど、これその時に男装のアイドル普段塾にもずっとファンですごいハマってたんだけど、そういうかっこいい男の子になって女の子からモテたいっていう願望がすごかったので、また何かのコスプレとかでできたら楽しいと思いますね。蚊に刺されたところを描かずに叩いて済ましてそう。いいえ、爪でバッテンを描く派です。おまじない的なやつ。ド偏見。バッグについてるおっさんの趣味からめちゃくちゃ影響を受けてそう。たまにコメントで書かれるんだけど、事実ではないですね。というか逆です。私の趣味に完全についてこれるおじさんに未だ出会ったことがないです。どちらかというとおじさんに影響を与えている側だと思います。だからそう思われてるとしたらめちゃくちゃ悔しいですね。実は3人いる。2人です。嫌われたくないから書けないです。かわいい。ちょっと待てよ。
それって嫌われるようなことを思ってるってこと？全然可愛くない。ね、いい女すぎて実は男を囲っていそう待って、いい女感ありますか？まあ過大評価ではないかと思います。男を囲うか、5人ぐらい囲ってヤスリがけお願いしたいね。やってくれる人いる？意外とちょろそう。意外でもなんでもない、ちょろいですね。主にハロプロなんですけど、ライブに行ってこっち見てくれただけで好きになっちゃう。推しは増えるけど恋愛的なところで言うとそんなにちょろくないと思う、多分。待って、暑い。今さ、この声をきれいに取るために冷房消してるんだよ。やばい、暑くてお酒が進んじゃう。なんか酔っ払ってきた。女体が好きな人だと思う。大当たり。なんでこんなに女体って魅力的なんだろう。勝手に女体研究家って名乗ってるもん。そうだ、ここでいい機会なので紹介させてもらおうかな。偏見のアンサーはこの後も続きます。女体好き、美少女好きの東雲さんにぴったりのゲームがあるから遊んでみてということで教えていただきまして、みんなもスタイルのいい美女好きでしょ？嫌いな人いる？今回スポンサーについてもらってる女神楽園ガーデスパラダイス、略してガデパラなんだけど、心も美女も揺れ動く放置 RPG ってキャッチコピーでね、揺れる揺れる。舞台は死後の魂が集い美少女化した神や悪魔が統治する女神界。生前はブラック企業に勤務する社畜で、不運の連続だった主人公が女神たちに勇者として見初められ、世界の救世主として危機に立ち向かう放置系 RPG です。主人公が持つ特別な力をめぐって女神たちによる争奪戦が勃発。独自の文化を持つさまざまな聖域で、その土地柄に合ったタイプの異なる女神たちと多彩な冒険を楽しめます。なんといってもね、ライブ 2D 機能で揺れ動くイラストがやばい。もう見てください、これ。この女神たちですよ。ライブ 2D 機能でゆらゆら揺れてますね。何人か見ていくけど、もうご覧の通りです。悔しいんだけど YouTube 的になかなか全貌はお見せできないので、すごいね露出なんですよ。ぜひダウンロードしたら見れるのでね、見てみてください。名前から気づいた人もいるかもしれないんだけど、ゲームに登場する女神たちは世界各国の神話に出てくる神様とか悪魔がモチーフになってるんだよね。このポセイドンは海の神だから特にお気に入り。キャラのポーズ真似してみよっかな。こんな感じ。あれ違うか。ゲームの仕様としてはバトル中は特に操作する必要がないから美少女たちをじっくり眺められます。もちろんスキップもできるからサクサクストーリーを進めることもできます、敵キャラはですね、このアザラシのモチーフのやつが多くて、こういう紳士っぽいアザラシもいれば、侍っぽいアザラシとかマッチョなアザラシもいるっていうね、なんでアザラシかっていうのはちゃんと理由があるから、ストーリー見たらわかるのでチェックしてみてください。そしてこのゲームですね、放置するだけで経験値がたまります。早速東雲も放置してみるか。おお、一気にレベル上がった、ね、メインストーリー以外にも敵のレベルがどんどん上がっていくダンジョンがあったり、他のプレイヤーと対戦ができる競技場があったり、毎日プレイしてても飽きない仕様になっています。キャラ図鑑眺めてキャラボイス聞いてるだけでも楽しいもん。挟まりたいのか？いいぞ。よし、というわけでガデパラを放置しつつアンさんの続きをやっていきましょう。かなりのお嬢様なので、お昼の挨拶はこんにちはではなくごきげんようって言ってそう。事実です。びっくりされることが多いんだけど、女子高時代の挨拶は全てごきげんようでした。まず朝校門を通るときお辞儀しながらごきげんよう、授業始まる前と後もごきげんようだし、先生とすれ違う時もごきげんよう。大学受験してまた女子大に入ったんだけど、大学では言わなかったのでカルチャーショックでした。
かなりのガチオタだがそこがいい。ありがとう。東雲が昔学生時代はそんなにオタクって大きい声で言えなかったけど、最近はさ、オタクが生きやすい世界になった気がする。メガネが本体。バレた？胸が重くてたまに嫌になる。撮影以外でいいこと一つもないです。オラオラ系の彼氏いそう。どっちかっていうとついてきてほしい派だから、オラオラしてる人は得意じゃないです。お、経験値溜まってる。そのガンプラの才能は誰からなの？ただ好きだからで一人でそこまでの領域には到達できないよ。できます。まあできないって言い切ってるところがすごいな。まあそれぐらい技術力を認めてくれてるっていうことなのかもしれないけどね、多分だけどね、私がもうヒゲとかを生やした職人っていう感じのおじさんだったらこういう風に言わないんだろうな。今の時代検索したら YouTube、ブログ、ツイート、書籍、いくらでも情報を得られるんだよね。私はほとんどの趣味は独学でできると思ってます。油絵、切り絵、バルーンアート、この今写してるけどこれ全て高校生の時に独学でできるようになったんだよ、ね、教室とかも行ってないの。全部本買ってできるようになってるから。私に一人でできるはずがないって言っちゃう人は自分に対してもそう思ってるのかなって。趣味に対するエネルギーと行動力、あとやり通す精神力があれば一人でできちゃいます。オタクにしたリアル山田アンナ。僕やばアニメ見てるね。これねすごい言われるからコスプレしようかな。ほんわかしたイメージだけど結構気が強そう。場面場面ではそうかもしれない。主に仕事だけど、嫌なことはちゃんと嫌って言うし、自分がこうしたいっていう意見があったら仕事相手にもしっかりこうだからこうしたいですっていう風に伝えるかな。でも女友達にはあんまり強く言えなかったりします。めちゃめちゃ自己肯定感高そう。可愛くてごめんって思ってそう。友達2人しかいなさそう。すごい偏見のパレードみたいに乗ってる。一個一個考えていこう。この自己肯定感高そうっていうのね、ぼんやりとしか分かってないから今一度意味を調べようと思う。ありのままの自分を肯定することができる感覚、自分を尊重し自己価値を感じることができる心の状態、根拠なくとも自分を肯定できる感覚。なるほどね。めちゃくちゃいいことだよね。高そうだよねって悪口みたいに言う人たまにいるけど、今こうして見てくれてる人も全人類この感覚持っておくべきだと思う。高そうっていう偏見のアンサーとしては高い方だと思います。両親に天才可愛いって育てられてきたから、母と父は絶対的に味方でいてくれてるっていう感覚があるので、ベースとして高いって感じ。でもそんな東雲でも自己肯定感が地の底に落ちること実はねめちゃくちゃあります。すごい前向きだよねとか落ち込まなさそう、ポジティブだよねって言われることがすごく多いんだけど、どん底の気分になることもあるよ、生きてれば。でもなるべく高いところで保ってたいじゃん。そんな時はですね、自己肯定感を無理やりでも上げられるようなことをしてます。落ちきった自分をさらに嫌いにならないように自分のことを好きって思えるような行動をするってことね。東雲だったらもうとりあえず T シャツと短パンに着替えて5分でも15分でもいいからとりあえずジムに赴く。この活動を始めてから自分と向き合う時間がすごく増えて、こうやってみんなに向かって YouTube 撮ったりとか雑誌に出たりする人間として自己肯定感が高くないと見てる人にも失礼に当たると思うんだよ。私なんかって卑屈になってたらダメじゃん。言い方あれだけど売る商品は自信を持っておすすめしたいから、自己肯定感落ちてきたな、これはやばいと思ったら自分が成長できることをするっていうその繰り返しですね。だからね、僕なんかっていうコメントがすごい来るんだけど、そんなこと言わないでほしいし思わないで。東雲はそんなあなたを丸ごと応援してるので、ファンのみんなには自分自身を好き
きになってほしいの。とにかく幸せになってほしい、みんなに見せてない部分でめちゃくちゃ失敗してボツになってうわーってなってることもたくさんあるよ。一時的にへこんでもできるはずと信じてやってきたから技術力もどんどんついてきたっていうのがあるから、完璧な人間じゃないです、全く。だから卑屈にならずに一緒に頑張っていこう。めっちゃ長くなっちゃった。で次、可愛くてごめんって思ってそう。ナチュラルにこういう風に思えたことはないですね。嫌味を言われた時はそういうメンタルに持っていってますね、自分を。今遊んでくれる友達は3人ぐらい。本当はグラドルではなくガンプラプロモデラーを本職にしたいと思ってる。どっちもしたいよ。グラビアで日々作り上げた「体」という作品を見てもらいたいし、プロモデラーになるっていう夢もあるし、どっちもできるうちはやりたいかな。エロいニブちゃん、ニブさんに似ているとちょこちょこ言われますが、本当にファンの方に申し訳ないので言わない方がいいと思う。似てないよ。はい、次。めっちゃエゴサしてそう。してる。もう雑誌買ったよとか YouTube の感想とか書いてくれてるからね。それにいいねしたいし、毎日エゴサはするようにしてる。東雲海っていう言葉を入れたツイートをしたら全部東雲に見られてると思ってたくさんツイートしてください。年上ダメ男に弱そう。今まで出会った人でダメ男だなって思った人がいないから正直わからないけど、頼られるのに弱いだよね。年上とか年下関係なく素直に頼ってくれる人は可愛いし、何でもやるよってなっちゃう。後輩の子から悩み聞くとかもすごい多かったね。人と関わるか関わらないかの基準として親が悲しまないかを考えるから、人間としてクズみたいな、ダメすぎるみたいな人とはそもそも付き合わないです。距離を置くね。待って、これ性欲が底なし。初めて言われたんだけど、人と比べたことがないから分かりません。はい。ツイート見てニヤついてそう。なんでバレた？そうなの、顔に出ちゃう。LINE でも友達にびっくりマークとかニコニコとかハートとか絵文字をつけるときに同じ顔しちゃう。もう電車とかでさ、無表情でスマホいじってる人たちすごくない？笑顔が魅力的。とびきりの笑顔ください。ニコー優しいコメントありがとう。これは嬉しいコメントです。最初の方は声もおどおどした感じで陰キャ感強かったけど、最近は声の張りといい、表情の豊かさといい、ものすごく明るい感じで素敵です。ありがとう。一番最初の動画を見ると声細くて全部自分で編集してるから、だんだん自然と声が出せるように成長するんだよね。ヒカキンさんも動画でこれ言ってて、 YouTuber ってこういう風に成長するんだなって思いました。インドアと見せかけて学生時代は 50m7 秒台前半、残念11秒台でした。経験人数100人超えてそう。かっこサムネに使われたい。超えてないです。こんな過激なこと書いちゃって。もうポケモンカードやってみたいけど手を出すのを戸惑っている。なかなか手に入らないよね。いろんな問題がありますよね。たくさん答えたな。今40件超えてるかな。これで最後にしよう。偏見、これを待ってた。偏見べっけな大好きなゼータガンダムに出てくる偏見艦長ですね。いやー、いい締めになりました。すごい汗かいちゃった。2回ぐらい質問返し動画を出してるんだけど、それに次ぐおしゃべり動画でしたね。ちょっと傷ついたけどいろいろ語らせてもらっていい動画になったんじゃないかな。乾杯。普段答えないようなことも言ったんだけど、こうやって募集した時以外は思いやりを持ってコメントしてもらえたら嬉しいです。 YouTube も Twitter も全部見てるので、お酒弱そうっていう偏見あったじゃん。この動画でまだ1杯しか飲んでないんだけど、結構酔ってる弱くなってるかもしんない。いろいろ答えさせていただいたんですけど、その間にもガデパラの経験値が溜まっている。今夜は美少女たちに癒してもらおう。
というわけで、ここまで見てくださった皆様ありがとうございました。この動画がいいなと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。最新情報は Twitter と Instagram に載っけていますのでフォローお願いします。毎月限定のグラビア動画と限定のデジタル写真集50ページ以上を投稿しているファンクラブもあるので、気になる方はね、この海の家も見てみてください。そういえば冒頭シーンは衝撃展開だから、ちょっと実況して紹介しようかな。勇者様、どうか私たちを助けてください。ペルセポネちゃんですね。なんとまあセクシー。これは女神に勇者として世界を救ってほしいと勧誘されるシーンです。でも可愛い子は上目遣いにこっちを見ているのを突き放すのも忍びないし、とりあえず今だけでも話を合わせてみるか。ありがとうございます。嬉しい。おっと、抱きつかれたぞ。柔らかい。つまりこれ夢じゃないってことなんだよな。いきなりキモオタっぽくなってる。で、僕は何をすればいい？はい、では今すぐ女神界にご案内しますね。ご案内？あれ、そういえばさっき女神界は死後の世界ってキキードン。なんと女神界に転送するためにトラックで引くというね、なんとも強引な展開です。こんな衝撃展開を迎える女神楽園ですが、それでも女神界はこんな感じでね、街並みとか景色はめっちゃ綺麗だから、ブラック企業で働き続けるよりも主人公にとっても良かったかもしれない。死んだらここに行きたい。みんなもこの動画見たらね、概要欄からダウンロードして一緒にプレイしよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。